今回は97年の NSR500 のパート2です。ドゥーハンのセッティング理論とは、セッティング理論って言っちゃうとちょっと大げさなんですけど、ドゥーハンがどういう方法でセッティングして乗ってたのかっていうのを紹介したいと思います。はい、今回もテストライダーの辻本聡さんです。サスペンションセッティングでは絶対にフロントしか変えないんですよ。他のライダーはフロントを変えて、それに合わせてリアを変えてとやっているうちに、前後のバランスがおかしくなっていく場合がありますが、ドゥーハンはフロントしか変えないからそういう状態にはならないわけです。なかなか驚きのセッティング方法です。リアサスペンションは変えないんですね。で、フロントを変えると。確かに、後ろも前もいじくってると、バランスがどんどんおかしくなっていっちゃうってことはあるでしょうけど、ドゥーハンの中ではもう固定のリアのセッティングの数値があるんですね。リアの動きはスロットルやブレーキを使って、ある程度自分でコントロールできるので、いじらないということです。そこが腕の差というか、世界チャンピオンのすごいところだと思います。フロントフォークオイルの交換を拒否したこともあるほど、フロントサスには神経質だった。リアの動きはスロットルやブレーキで調節しちゃうと。確かにドゥーハンは繊細なスロットルコントロールをするっていうことで有名ですけど、まあそれにしてもって感じですよね。はい。あと追加で書いたのが、フロントフォークの感触が彼にとっては一番大事なので、フロントフォークのオイル変えるって全然普通のことですよね。ましてこんなワークスマシンだったらレースごとに、もしくはね、何か具合が悪ければ予選と決勝でもう交換しちゃったりとか、それぐらいやりそうなもんですけど、毎回じゃないんでしょうけど、その自分が気に入ったフィーリングだったのか、ドゥーハンはフォークオイルも変えないでくれっていうことを言ったことがあるらしいです。それだけ彼にとってフロントフォークのフィーリングっていうのは重要なんですね。じゃあ、なんでそこまで、フロントフォークっていうかね、フロントサスペンションが大事かってことなんですけど、ドゥーハンはこう言ってます。NSR は最高のバイクだけど、決して最高のステアリングではなかったよ。僕はいつもうまく曲がっていくことを望んでいた。あの頃の NSR500 は、バンクするものの、すぐに方向転換することはなく、常にフロントタイヤをプッシュして、そこから回復するためにオーバーステアとなるんだ。NSR500 は 500cc の最高のレースバイクだと彼は言ってるんですけど、ハンドリングはそうじゃないってことですね。で、バンクするもののすぐに方向転換することはなく、フロントタイヤをプッシュして、そこから回復するためにオーバーステア。要するに、バイクを寝かしても、さっさと曲がってくれなくて、フロントタイヤを押し出すような感じになっちゃうんですね。で、そこから回復するためにオーバーステアとなる。なんか難しいですね。ブレーキングの安定性は良いと言われていましたが、スロットルを開けた時の旋回性はどうでしたか？ブレーキは問題なかったけど、フロントフォークはフルロードになるとバイクの動きに対応しきれなくなった。これによりコーナーリングが難しくなり、コーナーでバイクを正しく旋回できないため、オーバーステアが発生する。フルストロークをうまく使えないと全く曲がらない。やっぱりフロントサスペンションの動きが命なんですね。フロントサスペンションのストロークをちゃんと使えないと曲がれなくなっちゃうと。なのでフロントのセッティングが命なんですね。ドゥーハンはミシュランタイヤを使ってたわけですけど、こんなことも言ってますね。ミシュランタイヤのエンジニアは、あなたがタイヤの管理が得意だと言ってました。横方向と縦方向の G が組み合わさると、タイヤがねじれて摩耗する。発熱するものだけど、ミックは横 G と縦 G を別々に使用するようだと。どうだったかな？僕にとっては彼らが最大限の可能性を発揮できるタイヤを作れるように建設的なフィードバックをすることが目的だった。ドゥーハンはどうだったかなってなんか曖昧な返事してますけど、これとっても重要なんですよ。横方向と縦方向の G をドゥーハンは分けて G をかけてたと。変にタイヤがねじれちゃうと摩耗しちゃう。ドゥーハンはそれをちゃんと避けて運転してたんですね。これ私にとっては、なるほどというね、一番重要な質問と答えでしたね。どういうことかと言いますと、以前の動画でもちょっと紹介した、私が実際にドゥーハンの走りを見たのが、この97年 TBC ビッグロードレース、スゴーサーキットにね、来た時なんですけども、ドゥーハンはブレないライン取りと加速旋回減速を明確にしたライディングによって、タイヤに縦 G、横 G を正確にかけて、無駄な摩耗をさせない。決勝レースで最後までタイヤのグリップを発揮させる。そういうね、ライディングをしてました。他のライダーはラインがブレることにより突っ込み気味の旋回になったり、早めにアクセルを上げたりして、
ねじれによる発熱摩耗を重ねていく。結果、レース距離で適正なグリップを維持できない。ということだと分かりました。ドゥーハンは何十周走ってもラインが全くブレないです。タイヤ1本分もずれないぐらいの本当に正確なライン取り。で、あと加速旋回減速。今どれをやってんのかが非常にはっきりした運転をしてました。これはさっきのタイヤの話に直結しますよね。タイヤを長持ちさせたいんであれば、要するに減速なら減速。一つの方向にタイヤに G をかけた方がタイヤにとってはいいわけですよね。変にこじったりしちゃうと摩耗しちゃうわけです。ドゥーハンはそれをよくわかってるので、ラインを絶対に変えない。で、こじるような運転はしないっていうのを続けてるわけですよね。ドゥーハンがなんで決勝レースで速いかって言ったら、タイヤグリップをレースの最初から最後までちゃんとまんべんなく発揮させてるからですよね。単純に考えると、バイクを速く走らせて攻めてる方が、タイヤがすり減っていくような気はするんだけど、そうじゃなくて、正確な G のかけ方をしてるドゥーハンの方が、他のライダーよりタイヤのグリップを最後まできちんと使えてるので速いってことですね。で、今もちょっと言っちゃいましたけど、他のライダーはラインが微妙にブレるんですね。ブレるってことは、突っ込み気味になって、こじるような曲がり方をしたりとか、早めにアクセルを開けちゃったりして、ってなると、タイヤにねじれが発生してるわけなので、発熱や摩耗を起こしてるわけですよね。それが長いレース距離、ほんのちょっとずつ積み重ねていって、タイヤのグリップダウンを起こしちゃうんだと思います。その辺のタイヤの管理、ドゥーハン抜群なんだなってことが、今回のインタビューで、わかりました。ライディングテクニックの話とは別で、精神的な話になっちゃうんですけども、このスゴーで見たドゥーハンの凄さというかね、これが世界チャンピオンなんだなっていう感じたのをね、ちょっと紹介したいんですけど、予選1位でコースレコード、1分29秒554というタイムでした。で、予選日、気温1桁で冷え込むスゴー、タイヤのグリップを得にくいリスキーな条件、観客席はほぼ無人。それでもドゥーハンは予選最速を目指し、1分30秒台から29秒台で走り続ける。精神力で他のライダーを圧倒。決勝も独走で優勝。自分が世界一であることをホンダ、チームメイトに見せつけるため全力で走行していた。っていう感じだったんですね。もうこの時11月なんで、スゴーサーキットってめちゃくちゃ寒いんですよ。当然タイヤのグリップなんて掴みにくいですよね。でもそんな環境の中ね、ドゥーハンはコースレコードのタイムを出して、予選の日なんていうのはね、観客席ほとんど人いないんですよ。バイクのレース人気ないんで、特にこの時は。そんなモチベーションが上がりにくい状況で、ドゥーハンは少しでも速いタイムを出そうとね、連続周回してるんですね。ぶっちぎりの速さで。もうそこは、ライディングテクニックってこともありますけども、精神力の方が多分大きいですよね。世界選手権が終わって、疲れ切ってるはずなのに、遠い日本にね、やってきて、この山奥のサーキットで全力で走行し続けると。で、決勝も独走で優勝すると。これは、何よりもこの年、クリビーレだけじゃなくて、岡田選手も一勝しましたから、チームメイトたちに対して自分が一番なんだっていうことと、あとホンダに対してもですよね、自分がナンバーワンなんだっていうのを証明するために、こんなエキシビジョンのレースでも強いモチベーションを持って戦ってたんだと思います。これが世界チャンピオンなんだなって、すごくその時勉強になりました。ただバイクに乗って速いだけじゃない。自分の存在をちゃんと知らしめるっていうかね、本当にすごいなと思いました。これが、ドゥーハンのライディング、ライディングというかね、NSR を速く走らせるためのドゥーハンのライディング。あと、スゴーサーキットで見た印象を紹介しました。はい。また動画作りますんでね、よろしくお願いします。